今日は1月から12月まで日本ではどんな変わった行事があるのかを一緒に見ていきましょう。まず最初の行事はお正月です。1月は日本の新年です。1月1日から1週間ほどの期間のことを正月と呼びます。まず、お正月には初詣という風習があります。これは新年にお寺や神社にお参りに行くことを意味します。初詣に行く目的は、新しい年の幸福や安全を祈ることです。たくさんの人々が健康や仕事の成功など、自分や家族の幸せを神様にお願いするために初詣に訪れます。多くの人が1月1日から3日にかけて初詣に行くため、人気の神社やお寺は大変混み合います。あまり人がいない小さな神社に行っても良いのですが、多くの人はその年が良い年になるようにと、パワースポットと呼ばれる人気の神社に行ったり、複数の神社やお寺を回ります。また、初詣の期間は、神社やお寺の周りにたくさんの屋台が並びます。屋台でたい焼きなどの美味しい食べ物を買って、歩きながら食べるのも初詣の楽しみの一つです。初詣の時にはおみくじを引く人も多いです。おみくじはその年の運勢やアドバイスが書かれた紙のことです。おみくじには基本的に7種類の運勢があります。大吉、吉、中吉、小吉、末吉、凶、大凶というランクがあり、大吉が一番良い運勢で、大凶は一番悪い運勢です。悪い運勢が出ても、おみくじに書かれたアドバイスを読み、その年がより良い年になるように参考にしたりします。お正月といえば、お年玉という風習もあります。お正月に親戚同士で集まった時などに、大人が子供にお年玉と言われるお金を入れた小さな封筒をあげます。子供たちにとっても、お正月は親や親戚の人たちからお小遣いがもらえる嬉しい行事です。お正月はみんなで集まった際、おせちというお正月専用の食べ物を食べます。おせちは重箱と呼ばれる四角い形をした重ねられる大きなお弁当箱に色とりどりの日本の昔ながらの料理を詰めたものです。各料理が縁起の良い食材で作られており、家族や親しい人々とおせちを一緒に食べることで新年の始まりを祝います。お正月といえば鏡餅を部屋に飾る文化もあります。円盤状にして重ねたお餅の頂上にみかんを置いた飾りです。鏡餅は神様へのお供え物でもあり、家族の健康と幸せを願う意味があります。この鏡餅は1月11日の鏡開きという日に切り崩して食べます。お正月というと多くの人がお餅を食べるのですが、毎年特にお年寄りが
喉に餅を詰まらせて救急車で運ばれます。餅は喉に詰まらせやすい食べ物なので、小さく噛みちぎってよく噛んで食べることが大事です。決して大きな塊のまま無理に飲み込もうとしてはいけません。また、飲み込む力が弱い小さな子供やお年寄りは食べない方が良いです。お正月には年賀状を送る習慣もあります。年賀状は知人や親戚の人に新しい年の挨拶を送るためのカードです。年賀はがきを郵便局などで買い、はがきの裏にその年の干支の絵や新年の挨拶の言葉を入れて送ります。年末に年賀状を書いて郵便ポストに入れておくことで元旦に相手に届けることもできます。他にもお正月といえば福袋があります。福袋というのはお正月にデパートなどに行くと売っている紙袋です。売り場には5000円のように値段が書いてあり、そこに同じ紙袋がたくさん置かれています。この福袋というのは中に複数の商品が入っています。そして中に何が入っているのかわかりません。これは先ほど話したおみくじのようなものです。運が良いと高級ブランドの商品が入っていたり、自分の欲しいものが入っていることもあります。運が悪いと自分が全く欲しくないものばかり入っています。特に高級デパートでは、たくさんの女性がこの福袋を買いにお正月に開店前から並びます。開店と同時に福袋は次々と売れていき、あっという間に売り切れます。というのも、高級デパートの福袋は値段も高いですが、値段にふさわしい高級な化粧品やブランドバッグなどが入っているからです。逆にスーパーやホームセンター、薬局などでも福袋は売ってますが、こちらはあまり人気がありません。というのも、売れ残りの不人気な商品の詰め合わせが入っていることが多く、買って失敗したと感じることがほとんどだからです。また、お正月には、地域によっては、凧揚げも行われます。日本の1月は風が強い日が多いため、この強い風を使って凧揚げを楽しみます。友達や家族と一緒に広い公園に行き、凧を空高く上げることもお正月の楽しみの一つです。また、1月の半ばには成人の日という若者が大人になったことを祝うイベントもあります。20歳になった人たちがスーツやきらびやかな和服に身を包み、会場に集まって大人になったことをお祝いする行事です。2021年までは日本は20歳で成人と法律で定められていました。しかし現在は法改正により18歳で成人ということに変更になっています。この変更があったことで18歳で成人をお祝いする地域もあれば、今まで通り20歳でお祝いする地域もあります。次に
2月になると節分という行事があります。節分は鬼などの悪いものを追い払って福を招く、つまり良いものを迎え入れるための行事です。節分では鬼は外と言って外に豆をまき、次に福は内と言って家の中にも豆をまきます。この際、よく小さな子供がいる家庭や幼稚園では、大人が鬼の面をつけて子供を怖がらせます。子供はその鬼に対して豆を投げて鬼を追い払います。豆まきの後は自分の年の数だけ豆を食べると災難を逃れて病気もしないと言われています。また最近では節分の時に恵方巻きというお寿司を食べる習慣も出てきました。恵方巻きは節分の日にその年の縁起の良い方角を向いて食べる太巻き寿司のことです。通常の巻き寿司は一口大に切られていますが、この恵方巻きは太くて長い形をしています。それを切らずにそのまま縁起が良いと言われる方角を向いて無言で頬張ります。こうすることで幸運に恵まれると言われています。恵方巻きはもともと一部の地域でのみ行われる習慣でしたが、最近はテレビやインターネットの影響で全国的にこの太巻き寿司が売られるようになりました。また2月にはもう一つバレンタインというイベントがあります。これは海外でもおなじみのイベントですが、海外のバレンタインデーと日本のものは内容が違います。よく海外のバレンタインデーでは男性が恋人や好きな女性に花束を贈ったりすると思いますが、日本ではそうではありません。日本のバレンタインデーは女性が男性にチョコレートを贈る日となっているのです。はい、これバレンタインのチョコと言って、職場や学校などで女性が男性の同僚や友人などにチョコレートをプレゼントします。これは義理チョコと呼ばれます。義理チョコは感謝や友情を表すために贈られ、特別な意味合いはありません。一方で特別な意味を込めて女性が男性に贈るチョコレートもあります。これを本命チョコと呼びます。本命チョコはあなたのことが好きという気持ちを伝えるためのチョコレートで、恋人や気になる男性に贈ります。また、そのチョコレートが手作りであることもありますし、チョコレートを男性に渡す際に、好きです、付き合ってくださいと、好きであることや恋人になりたいという胸の内を告白することもあります。チョコレートを渡された男性は、これが義理チョコなのか、それとも本命チョコなのかは、女性側からの告白がない限りはわかりませんが、もらえると嬉しいでしょう。このように日本のバレンタインデーは、女性が好きな男性にチョコレートを渡しながら好意を伝えるというイベントになっているのです。逆にバレンタインの日に男性から女性にチョコレートを渡したり、愛の告白をすることはありません。
あくまで女性が好きな男性にアプローチするチャンスを与えるイベントです。3月には小さな女の子がいる家庭では、ひな祭りというお祝いをします。日本では女の子が生まれると、ひな人形と呼ばれる着物を着た人形たちを購入します。この人形たちを2月の中頃になったら押し入れから出し、階段の形の台座に飾ります。そして3月3日のひな祭りの日に、娘が健康で元気に成長していることをお祝いします。ひな祭りの日は、ちらし寿司やひし餅と言われる四角い3色のお菓子や、ひなあられと言われる一口サイズのおせんべいを食べます。どれもピンクや黄色など、カラフルで見た目が美しい食べ物です。このかわいいひな人形たちは、一年中飾っておかずに、ひな祭りの日が終わった後はすぐに片付けます。なぜかというと、片付けができない女性はお嫁に行けないという考えが昔あったからです。その習わしから飾っていた人形はこのひな祭りの期間が終わったら極力早く片付けます。これはクリスマスツリーをクリスマスが終わったら片付けるのと同じだと考えればよいでしょう。そして3月にはホワイトデーというイベントもあります。ホワイトデーはバレンタインデーにチョコレートをもらった男性がお返しにホワイトチョコやマシュマロ、クッキーなどの白をテーマにしたお菓子をその女性にプレゼントするイベントです。ただしバレンタインデーとは違い、男性が女性に対して愛の告白をしたりというイベントはなく、これバレンタインチョコのお返しと言って、もらったチョコのお礼としてお菓子を渡すだけのイベントです。バレンタインデーにチョコレートをもらった男性は、ちゃんとその女性にお返しとしてお菓子をこの日にあげた方が良いです。そうしないと、その女性からの好感度が下がるのは間違いないですし、次の年は自分だけチョコレートをもらえないという目に遭うでしょう。ただし、ホワイトデーはとても地味なイベントで全く盛り上がらないので、多くの男性はこの日のことを残念ながら忘れています。女性の場合は、あまりお返しを期待しない方が良いでしょう。次に3月から4月にかけて日本各地では冬から春になり様々な花が咲き始めます。特にこの時期は桜が満開になるため、桜の木の下にシートを敷いて家族や友人たちとお弁当を食べたり、お酒を飲んだりするお花見という行事を多くの人が楽しみます。お花見はお昼にする人もいれば、夜に会社の人たちでお酒を飲みながらすることもよくあります。この時期は桜の木が多い公園では朝から夜までたくさんの人がいます。夜桜といって夜に桜を眺めるのも美しいです。ただ、実際は多くの人は花より団子です。花より団子とは、桜の花など眺めておらず、持ってきた食べ物やお酒を飲み食いすることに夢中な人を意味する言葉です。また、日本では学校は通常3月で卒業し、
4月に入学します。学生たちは新しい学校に入学したり、学年やクラスが変わったりします。また、会社でも新しい新入社員が入ってきたりします。人によっては、新しい学校や会社に入るために、一人暮らしを始めたり、寮に入ったりします。日本では4月は新しい生活が始まる節目の年です。そして4月末から5月前半にはたくさんの祝日があります。この休日が多い5月の最初の週をゴールデンウィークと言います。略して GW と表記したりもします。このゴールデンウィークの時期に1週間から10日程度の連休を取り、海外などに旅行に行く人も多いです。ですから、この時期の空港は大変混雑します。また、地元へ帰省する人も多いため、この時に帰省ラッシュが起こり、毎年地方への高速道路が数十キロにわたり渋滞します。このゴールデンウィーク中の祝日の一つに子供の日があります。4月中旬から子供の日にかけて公園や川の土手などで鯉のぼりが飾られます。鯉のぼりは日本の美しい鯉をモチーフにした布で作られた飾りで、風が吹くことで空を鯉が泳いでいるように見えます。これらの鯉のぼりには子供の成長を祈る意味が込められています。この時期には小さな男の子がいる家庭では鎧兜を部屋に飾ったりもします。これは3月に女の子がいる家庭でひな人形を飾るのと同じ風習です。ちなみにゴールデンウィークが終わった頃から5月病にかかる人が出てきます。5月になると急に仕事や勉強に対するやる気がなくなり、眠れなくなったり、食欲がなくなったりする心の病です。人によっては深刻なうつ病になります。なぜこれが起こるのかというと、多くの人は4月から新しい生活をスタートします。多くの人が慣れない新しい学校や職場で4月は頑張ります。しかし5月のゴールデンウィークに急に連休を過ごすことで生活リズムが大きく乱れ、精神的に参ってしまうのです。メディアも毎年この時期になると5月病を予防する方法を発信します。軽い運動や栄養バランスの良い食事、入浴などのリラックス行動を呼びかけます。今度は6月になると、日本は梅雨という雨が続く季節になります。毎日ジメジメし、青空も少ないため、6月は少々憂鬱な月というイメージがあります。実際、海外の人が日本に来る場合も、航空券が安くなる月だと思います。ただ、この梅雨のシーズンには、アジサイの花が各地で咲き、特に外国人の人たちにとっては、アジサイの花を見るのも一つの楽しみになるかもしれません。また、この雨が極力早く止むように、てるてる坊主という人形を作って窓際に吊るす風習もあります。てるてる坊主は
雨の日に白い布やティッシュなどを使って人形を作り、それを窓際に吊るすと雨が止むというおまじないです。外に遊びに行きたい子供たちは、早く雨が止むようにと、よくこの時期にてるてる坊主を作ります。また、憂鬱な梅雨のイメージとは対照的に、6月はジューンブライドといって、結婚式が多く行われる月でもあります。ジューンブライドは、もともとヨーロッパから伝わった、6月に結婚した花嫁は、一生幸せな結婚生活を送れるという言い伝えのことです。その言い伝えから、日本でも6月に結婚式を挙げる人がたくさんいます。梅雨の時期が終わり、7月になると七夕という行事があります。毎年7月7日は、織姫と彦星という伝説上の2人の恋人が天の川を渡って1年に1度だけ会える日とされています。なぜこのような伝説があるかというと、7月には日本の上空で天の川という天体が見えるからです。織姫はベガ、彦星はアルタイルという星を指しています。この2つの星と天の川が7月にきれいに日本の夜空で見れるため、それに物語をつけてお祝いするようになりました。また、この七夕の日には、短冊と呼ばれる願い事を書いた紙を笹の葉に吊るす風習もあります。なぜかというと、七夕は織姫と彦星の恋人に会いたいという願いが叶う日だからです。つまり、七夕は願いが叶う日なので、願い事を書いて外に吊るすわけです。しかし、面白いのは、七夕は恋人たちの日とは考えられていないことです。理由はきっと、1年に1度しか会えないという恋人たちにとっては悲劇的な話だからでしょう。そして七夕が終わり、7月の後半になると、学生たちは夏休みに入ります。7月後半から8月中は学校が休みになるため、学生たちはこの期間を楽しく過ごします。この7月から8月は日本が夏真っ盛りの月です。この時期になると人々はプールやビーチに行って水遊びを楽しみます。また全国各地でお祭りや花火大会などの様々なイベントが催されます。学生たちも学校が休みなため、これらのイベントを存分に楽しみます。この7月から8月は夜も暖かく、雨も少ないです。また冬に比べて湿気が多いため、花火の火薬を扱っても火災が起こりづらいという理由から、この時期に花火大会を行う地域が多いです。花火大会は大きな公園や川の土手、ビーチなどで行われます。そこに敷物を敷き、お菓子を食べながら間近で見られる大迫力の花火を楽しみます。8月中旬にはお盆という行事もあります。お盆とは
先祖や亡くなった人があの世からこの世に帰ってくる期間と言われ、毎年夏に先祖の霊を自宅に迎えて供養する行事です。お盆の期間になると、5日間ほど休みになる会社も多くあり、この期間を利用して、多くの人は地元に帰省し、先祖の墓を訪ねます。先祖の墓を掃除したり、お供え物をしたりして、ご先祖様に感謝の祈りを捧げます。また、この時期には、盆踊りというお祭りが行われます。大きな櫓を囲んで和太鼓を叩き、みんなで民謡に合わせて踊ります。9月にはお月見という行事があります。お月見は夜に満月を眺めて楽しむ行事です。9月になると、だんだんと夏から秋に季節が変わっていきます。空気が澄んで月がよりくっきりと美しく見える日が多くなってきます。日本では夏から秋にかけて米や野菜を収穫します。この時期にお月様に作物の収穫を感謝しながら団子をお供えして食べます。これがお月見です。なぜ団子を食べるのかというと、日本では月のクレーターが餅をつくうさぎのように見えるからです。団子は餅でできていますので、月を見ながら団子を楽しみます。10月から11月になってくると、日本では木々が紅葉し始めます。夏には緑だった葉が赤や黄色に変わります。この紅葉を見に山などへ出かけることをもみじ狩りと言います。もみじやイチョウなどのきれいな形の落ち葉を探し、それを持ち帰って本のしおりにしたりします。10月にはハロウィンもあります。昨今は若者を中心に日本でもハロウィンを祝うようになってきました。若者の間ではハロウィンの日にゾンビやアニメキャラクターなどのコスプレをして繁華街を歩き、写真を撮ったりして楽しむことが流行しています。ただし、海外のハロウィンのように子供がお菓子をもらうために近所の家を訪ねるということはありません。11月になると子供の成長を祝う七五三という行事があります。家庭に子供がいる場合、男の子なら3歳と5歳になったとき、女の子なら3歳と7歳になったときに、着物やスーツなどのおしゃれな服を着て、神社やお寺にお参りに行きます。この際、千歳飴という棒の形をした飴が入った紙袋を手に持って記念写真を撮ります。7歳、5歳、3歳のお祝いなので、七五三と呼ばれます。また、最近では日本でもブラックフライデーセールが11月末の金曜日に行われるようになりました。多くの量販店では、ブラックフライデーセールの時期になると、大安売りが開催されます。特に高い家電などが安くなる傾向があるため、
この日にはショッピングモールなどはたくさんの人で賑わいます。また、Amazon などのオンラインショッピングサイトでも大幅に安くなるため、多くの人がこの日を狙って買い物します。なので、ブラックフライデーから1週間程度は宅配便が大忙しになります。普段は時間指定すれば、その時間に届く宅配便も、このブラックフライデーの時期は遅れて届きます。ちなみに海外では年末にボクシングデーという安売りの日がありますが、日本にはありませんので、安く買い物したい場合は、このブラックフライデーが狙い目です。そして12月になると、日本はクリスマスムードになってきます。と言っても、海外のクリスマスとはかなり違う部分があります。まず、日本の場合、クリスマスイブの方が大事な日と考えられています。日本ではなぜかクリスマスイブは恋人たちの日のような風潮があり、各地のデートスポットはこの日たくさんのイチャイチャカップルで賑わいます。この時期は全国各地でイルミネーションが行われます。恋人と共にデートスポットで美しいイルミネーションの夜景を楽しむのがクリスマスの過ごし方として人気があります。一部の人たちはクリスマスイブまでに恋人を作ろうと頑張ったりもしますし、正直このクリスマスのシーズンは独り身の人たちにとってはあまり気分が良くない期間でもあります。それ以外にも日本のクリスマスではケーキと骨付きチキンをイブの夕食としてよく食べます。特にクリスマスにはケンタッキーフライドチキンがとても人気があります。ケンタッキーは美味しいけど、他のファーストフードと比べるとちょっと高くて買いづらいというイメージが日本人にはあります。なので、クリスマスのような特別なイベントでみんなで食べるために買うことが多いです。海外の人から見ると、なぜクリスマスにファーストフードと面白く感じるかもしれません。日本でも海外のようにクリスマスツリーを部屋に飾ったり、サンタの格好をしたりもします。そして子供が寝た後に枕元にクリスマスプレゼントを置きます。子供は次の日の朝、サンタクロースからプレゼントが届いたことを喜びます。ただ、肝心のクリスマス当日には特に何もしません。あくまで前夜祭を楽しむのが日本のスタイルです。その他にも多くの日本の家庭では12月に大掃除を行います。一年の家の汚れを落とし、次の年をきれいな家で迎えるため、年末に頑張って家を掃除する家庭が多いです。そして年賀状の準備をし、年末を迎えます。一年の最後の日である12月31日は、日本では大晦日と呼ばれています。海外では年越しのカウントダウンとともに盛大な花火を上げたりと、この日はとても賑やかな印象がありますが、日本の大晦日はとても静かです。外国の人からすると、なんで年越しを楽しく祝わないのと驚くかもしれません。というのも、日本には
除夜の鐘という文化があります。この12月31日から1月1日に至る時間に、各地のお寺では約108回鐘をつきます。なぜ108回なのかというと、人間には108個の煩悩があると言われています。それを年末の鐘の音とともに取り払って、新しい気持ちで新年を迎えようという教えがあるからです。お坊さんが交代で鐘をつくところもあれば、お寺にお参りに来た人につかせてあげるお寺もあります。ボーンというこの除夜の鐘を聞きながら、静かに新しい年を迎えるのが日本の年末の過ごし方になっています。また、日本では年越しそばという文化もあり、そばを大晦日に食べることが縁起がいいとされているため、この日におそばを食べる人も多いです。ではここで、今日の話の内容がどれくらい理解できたかクイズをやってみましょう。問題1、お正月が来ると子供たちが喜ぶ理由を一つ選んでください。1、お年玉というお金が入った封筒がもらえるから。2、みかんを好きなだけ食べてよいから。3、親戚の人からおみくじをもらえるから。10秒後に答えが出ます。正解は1番のお年玉というお金が入った封筒をもらえるからです。お正月にみかんを好きなだけ食べるという話はしていませんし、おみくじは神社やお寺で引くものです。問題2、日本のバレンタインデーの特徴として正しいものを一つ選んでください。1、男性が女性に白いクッキーやマシュマロをプレゼントする。2、男性がプロポーズすることが多い。3、女性が好きな男性にチョコレートをプレゼントする。正解は3番の女性が好きな男性にチョコレートをプレゼントするです。男性が女性に白いお菓子を贈るのはホワイトデーなので1番は×。男性から愛の告白をする日ではないので2番も×です。問題3、ひな祭りについて正しいものを一つ選んでください。1、ひな人形はカビないように一年中出したままにする。2、ひな人形はひな祭りの日まで飾ってはいけない。3、ひな人形はひな祭りの日が終わったら早く片付ける。正解は3番のひな人形はひな祭りの日が終わったら早く片付けるです。ひな祭りの2週間前くらいから飾り始めるので1番も2番も×です。問題4、七夕の日に織姫と彦星の2人がすることで
正しいものを一つ選んでください。1、天の川を渡って会いに行く。2、イルミネーションをデートスポットに見に行く。3、願い事を短冊と呼ばれる紙に書く。正解は1番の天の川を渡って会いに行くです。イルミネーションを見に行くという話ではありませんし、願い事を書くのはこの2人ではないので、2番と3番は×です。問題5。七五三という行事で7歳、5歳、3歳になった子供がすることとして、正しいものを一つ選んでください。1、神社やお寺で写真を撮る。2、アニメヒーローのコスプレをして写真を撮る。3、年齢の数だけ飴を舐める。正解は1番の神社やお寺で写真を撮るです。アニメヒーローのコスプレをしたり、年の数だけ飴を舐めるという行事ではないので、これらは×です。問題6。日本のその年の最後の日である大晦日によくあることを一つ選んでください。1、年越しを祝う盛大な花火が各地で上がる。2、蕎麦を食べる。3、盆踊りという踊りをして祝う。正解は2番の蕎麦を食べるです。日本では海外のように盛大な花火を上げたり、祭りの盆踊りのようなことは大晦日ではあまり見かけないので、これらは×です。問題7。8月に花火大会が多い理由として、間違っているものを一つ選んでください。1、湿度が高く火事になりにくいから。2、夜まで暖かいから。3、先祖の霊を迎えて供養するため。正解は3番の先祖の霊を迎えて供養するためです。8月のお盆の期間に盆踊りをするのは先祖の霊を迎えて供養する意味合いもありますが、花火大会が8月に多い理由とは関係ありません。問題8。日本のクリスマスでよくあることとして間違っているものを一つ選んでください。1、夕食時に親が子供にプレゼントを渡す。2、KFC などのチキンレッグを食べる。3、なぜか恋人たちの日のような雰囲気がある。正解は1番の夕食時に親が子供にプレゼントを渡すです。クリスマスでは子供が眠った後に枕元にプレゼントが置かれ、
子供はサンタクロースからのプレゼントとして喜ぶという話をした通りで、直接プレゼントを渡しません。問題9。9月にお月見をする理由として正しいものを一つ選んでください。1、空気が澄んでいて満月がきれいに見えるため。2、月のクレーターの形が餅をついているウサギに見えるため。3、日本では満月は9月にしか見れないため。正解は1番の空気が澄んでいて満月がきれいに見えるためです。月のクレーターの形は9月以外でも餅をついているウサギに見えますし、満月も9月以外でも見れるため、これらは×です。というわけで今回は日本の面白い12ヶ月の行事についてお話ししました。これからも日本語の上達に役立つビデオを配信していきますので、チャンネル登録といいねをお願いいたします。どんな内容のビデオを見たいかなどもコメントで教えてくださいね。では、ご視聴ありがとうございました。